皆さんこんにちは、青ゆいです。本日はこの3つを使うということは、そうです、今日もレタッチの動画となります。ポートレート撮ってちょっと整えようと思って触ったら逆に不自然になったってことありませんか？肌だったりとか髪の毛気になるけど、やればやるほど違和感が出てくる。そもそも何の機能をどこまでいじればいいかわからないということありませんか？しかも細かいところをちゃんとやろうとすると時間もかかるし、結構難しいんじゃないかっていうイメージある方いませんか？今回はそこをできるだけ楽に、でも細部まで整える。しかも自然に仕上げる方法についてお話ししたいと思います。このね、自然に整えるという考え方は、普段私スナップをメインに撮ってるんですけど、そのね、スナップのレタッチとも同じで、難しいことをやらなくてもシンプルにちゃんといい仕上がりにするというのをベースにしております。例えばですけど、トーンカーブとかですかね、ああいったもの私ほとんど使いません。今日に関しては一切使いません。でね、私もこのアプリしっかりと触るのは今回が初めてなんですけど、実際にね、何十枚とレタッチしてみて、ここはワンタッチで操作が済むなとか、逆にここはね、自分で少しいじる必要があるなっていうのが結構はっきりと分かれてきたので、その判断も含めてお話ししていこうと思います。でね、この後実際にパソコンを使って編集していこうと思うんですけど、その前にこの写真たちがどういう状態からスタートしているのかっていうのもお届けしようと思います。今回は α7-5 とそして 50-150mm のレンズをつけて撮影していきます。そして POV での撮影の様子も入れているので、カメラの設定、光の状況、その場でどう判断しているのか、ここも全部お見せしたいと思います。そして動画の最後でその写真をどうやって自然に整えていくかまで画面を共有しながらお見せしたいと思いますので、まずは撮影の様子からお楽しみください。皆さんこんにちは、青ゆいです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はこちらの α7-5 に 50-150mm のレンズをつけてポートレート撮影をしていきたいと思います。ではモデルさんをお呼びします。ありがとうございます。では改めまして自己紹介をお願いします。はい、モデルのりほです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日は撮影そしてレタッチ両方楽しんでいきたいと思います。では行ってきます。では、撮影していきたいと思います。よろしくお願いします。あ、今のポーズめっちゃ良かったですね。ありがとうございます。ちょっと縦でいきますね。ありがとうございます。いいかも。かわいい。あ、ここいい。あ、めちゃくちゃいい。かわいい。いい感じです。いい感じです。ありがとうございます。さっきの木に咲きつくやつお願いしてもいいですか？あれめちゃめちゃ可愛くて好きなんですよ。そう、こっちも来て。ありがとうございます。いきますね。かわいい。いい感じ。ありがとうございます。あ、いいね。奥の光もいい感じ。かわいいかわいいかわいい。いいね。じゃあ、今の足可愛かったので、ちょっと全身で撮ります。あ、いいね。縦でもいきます。ちょっと調節するので楽な姿勢で大丈夫です。ありがとうございます。お願いします。あ、かわいい。いいですね。ありがとうございます。かわいいかわいい。ちょっと近づいてもいいですか？ありがとうございます。ちょっと寄りで撮ります。あ、いいね。かわいい。
いい感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、どうしようかな。お次、ちょっと移動してもらってもいいですか。では、この前のベンチあたりに座っていただけますか。ありがとうございます。眩しくないとこで大丈夫です。ありがとうございます。このベンチ全体がいいです。こっちの椅子に座れますか。多分日陰になるかな。あ、いい感じです。いい、ありがとうございます。いきます。あ、風が吹いてる。いい感じ。おー、いいね。ありがとうございます。ちょっとこちらまで移動できますか。ありがとうございます。どうしようかな。じゃあこの間に入りますか。ありがとうございます。あ、いいかも。日陰の感じがまたね、いいですね。いきます。あ、かわいい。ありがとうございます。どうしようかな。ちょっとこの壁に捕まった感じでいきますか。あ、そう。いい感じ。あ、いいね。ありがとうございます。せっかくなので縦でいきましょうか。いいね。縦で抜きます、ここは。かわいい。あ、そう。いい感じ。あ、いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこの日陰のあたりに座ってもらってもいいですか。きつくない体勢で。ありがとうございます。もうちょっと前来れますか。すいません。どうしようかな。もう半歩前行きますか。ありがとうございます。一回座ってもらっていいですか。あ、いいかもしれない。あ、いいね。ありがとうございます。少し上目から撮ります。お、いい。ちょっと正面行きますね。奥が緑で結構綺麗な。あ、いいかもしれない。もうちょっと足があれかもしれないです。見えちゃいそう。そう。ありがとうございます。そう。あ、いいね。かわいい。ローアングルで手前のボケ感を出しながら行きたいと思います。草のね、ボケ感があると結構面白いですね。いいね。ちょっとこのフェンスが邪魔な感じがするので、私だけ移動しますね。あ、いいかもしれない。いい感じです。なんか葉っぱとかありますか。ありがとうございます。かわいい。いい感じ。あ、いいね。あ、めちゃめちゃいいです。あ、いいね。かわいい。ありがとうございます。ではお次移動したいと思います。ちょっと移動しますね。この葉っぱの影のあたりに入ってもらうことできます。ありがとうございます。ちょっと影が可愛いので、全然上がると危ないので下で大丈夫です。ありがとうございます。いいかもしれない。ちょっとこの木を前ボケさせて入れたいと思います。いいね。かわいい。少し葉っぱ入れますね。いいね。ちょっと遠くにして、もう少し上からいきます。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお次どうしようかな。少しあちらに移動したいと思います。移動します。ありがとうございます。そう、その木でありがとうございます。よいしょ。いきますね。いいね。いいね。かわいい。目にね、光がちょうど入ってて眩しくないですか。大丈夫ですか。ありがとうございます。ちょっと上から撮ります。この辺りで向けますか。ありがとうございます。
てる大丈夫です。あ、いいね。いい感じです。かわいい、かわいすぎる。ちょっと背景整えます。緑入れましょうか。いいね。ありがとうございます。じゃちょっとこの全体の感じいいので、少し広角めに一回撮ります。あ、いいね、いい。とてもいいです。いいわ。めちゃくちゃ可愛いです。この場所結構広角め合いますね。ありがとうございます。この後室内に戻ってまたレタッチという部分でも楽しんでいきたいと思いますので、はい、ぜひ最後まで動画をご覧ください。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ではね、まずすごく基本的なところからいきたいと思います。まずこれ最初の画面なんですけど、この新規作成というボタンを押します。そうするとプロジェクトを入力してくださいとあるので、好きなフォルダーの名前を入力します。そして作成を押すと。この黄色いボタンですね。ここをクリックするとこのような形となります。どちらか選択していただいて、今回は画像フォルダを読み込むの方を押したいと思います。はい。そしてこのようにね、自分のフォルダっていうのが出てくるかなと思いますので、入れたい方っていうものを選択して、クリックします。そして開くを押します。で、取り込んだ画像を見たい時っていうのはこの画面の下に表示されているので、ここから見ることができます。はい。じゃあ試しにね、1枚ちょっとピックアップしてみたいと思います。じゃあこれでいきましょうか。一つ画像が決まりましたら、まずね、上の方にライブラリと現像編集があるんですけど、ライブラリを押すと今みたいな感じで、ずらりとファイルが並んでおります。なのでね、取り込んだ画像っていうのはここのライブラリの中にあります。で、この現像編集っていうところをクリックすると、はい、このように右にバーッとツールが出てくるので、この中から選んで自分のやりたいレタッチっていうのをしていくのが基本となります。はい。ではね、実際に編集していきたいと思います。この写真ね、元の画像を見たいってなった時には、ここのマークを押してあげると、ビフォーが見えて、離すとアフターが見れる。そんな形となっております。こんな感じでね、この画像何をしたかというと、全体的にちょっと白っぽい、印象の写真に仕上げたいなと思ったので、そのあたりのお話をしていこうと思います。で、基本的になんですけど、このようにクローズアップしてあげると拡大表示がされます。で、アップしすぎてしまった。ちょっと元のサイズに戻したいという時には、このフィットというところを押すと、はい。ぐっとね、元のサイズに戻すことができます。で、これ何かと言いますと、ビフォーアフター表示とありますね。はい。このようにね、今、元画像とアフターを並べて見ることができます。で、全画面にしたいときは、この左の四角いボタン、白い四角を押します。そうすると、このように1枚だけの画像となります。で、このね、肌の白さって結構細かくいじると大変なんですけど、私ね、ワンタッチでできる方法をちょっと、見つけてみましたので、やっていきたいと思います。ここですね、AI の色補正という中にですね、いろんなプリセットが入ってまして、私がよく使うのはこのベストショットと学校ですね。学校にしてみるとどんな感じかと言いますと、こんな感じ。今処理中ですね。はい。ちょっと赤みが強い。元の画像がこんな感じなんですけど、このね、元の画像の色味っていうのが反映される形となっていて、少し赤みが出ますね。でももっと白くしたいということで、私今回ベストショットの方にしています。はい。どうでしょうか。少しね、赤みが落ち着いて、いい感じになったかなと思います。で、ツールを出したいときは押す。しまいたいときはもう一回押すとしまうことができます。はい。そうだな。肌補正というのがありまして、今ね、ここら辺 100% 入れてます。もう十分元からね、モデルさんすごく肌綺麗なんですけど、整えるっていう意味では、このあたりだったりとか、あと、このあたりを入れてあげてもいいのかなというふうに思います。むしろ、それくらいしか補正の部分はしてないですね。でも、はい。このような形となっています。あと、美肌。これね、
結構好きですね。細かい補正って結構肌の補正大変なんですけど、この肌を滑らかにするというもの、これをね、入れてあげると結構滑らかになって、で、滑らかすぎると今度ね、ちょっと不自然になってしまう。って言った時に、少し立体感を強調してあげると、このようにはっきりしつつ肌が滑らかになる。もうほんとこれくらいですね。いろいろやれる分野はあるんですけども、はい、私、この美肌の中の今の滑らかなやつと、このあたり、ぐらいしか入れてません。今回の写真ほぼ全部そうです。楽じゃないですか。ワンタッチでここまでね、綺麗になってしまう。しかも不自然さを回避できる。いいと思います。ではね、ちょっと、画像を入れ替えまして、どれかわかりやすいやついこうかな。そうだな。このあたりとか行ってみましょうか。この写真ね、今すごくモデルさん美しいですね。こういうね、カット好きなんですよ。ちょっとかっこいい、儚げな表情。で、今から何をやっていくかというとですね、次は髪の毛の部分をちょっと調整したいと思います。今、美肌効果の中の髪という部分があるので、このあたりを選択していきますと、そうですね。私よく使うのがですね、まずほつれ毛除去。いわゆるアホ毛と言われたりするものですね。あと、髪の潤い。これね、私めちゃくちゃいいなと思う。何かと言いますと、入れてみますね。はい。ちょっとツヤっぽくなったの分かりますかね。で、さらにですね、髪のツヤ入れてみますよ。分かりますか？今ね、天使の輪が自動的にできるんですよ。これ良くないですか？もうね、レタッチ不自然なの私すごく嫌いなんですけど、こういった髪のツヤとかであれば、光を少し足し込むっていった感覚に近いのかなと思っていて、それってね、もっとポートレートの分野だけじゃなくて、よくスナップ撮影とかでもやっぱりね、光を足し込むっていうのはすごくやるので、そういったところで、調整してあげるっていうのはすごくいいのかなというふうに思っています。これもね、ちょっと髪のツヤ入れています。こんな感じで天使の輪をね、自動的に作ることができます。ただやりすぎたなと思ったら少し抑えることもできます。これいいなと思います。はい。ではね、続いてこちら。服のマークありますね。これめっちゃ面白い機能なんですよ。ちょっと押してみます。で、グググっと少しクローズアップして、服のあたりをわかりやすくしてみますね。ここに今ね、シワ消しってあると思うんですけど、これ今入ってる状態です。なくしてみますね。はい。こんな感じでシワが現れました。これがビフォー。そしてこれがアフターでございます。わかりますか？全然違いますよね。はい。このね、少しちょっと細かい機能ではあるんですけど、やっぱりこういったね、細部こそ、突き詰めるとね、全体としての写真のクオリティっていうのが上がってくるなとすごく思います。はい。ではね、お次、これもまた使える機能ですね。何かと言いますと、ここに手のひらツールがあり、歪み補正があって、もう一個右、修復ツールというものになります。これ何かと言いますと、サイズが変えられるんですけど、いらないものを発見した時ってやっぱりあるじゃないですか。そういったこの靴の汚れとかですね。はい。ちょっとわかりやすい位置に持ってきますか。靴の汚れなどを修復したいときに、サイズを選んで、ちょっとなぞってあげるだけでピカピカになります。このあたりもそうですね。なんかオレンジのゴミがあったらポチッと押すだけで、簡単にね、ワンタッチで消すことができます。このあたりも気になるなと思ったら消してあげて、このあたり。こんな感じでね、気になるあたりを消してあげると、またね、1枚の完成度っていうのが高くなると思います。で、終わりだったら OK を押すと、簡単に消すことができます。はい。そしてね、先ほど、マスクというものを紹介しまして、人物と背景、はい、こんな感じでね、マスクを分けられるということで、はい、このように全部を選んであげると、全体の背景を調節することができます。分けることで、ちょっとね、モデルさんよりも背景を
抑え気味にしたいってなった時とかにですね、例えば、そうだな、基本の中のサイドを少し下げてみようとか。これだとちょっとやりすぎなんですけど、少しね、下げてあげるとモデルさんがより引き立つ。こちら側に持っていくと、緑が生きてくるような写真に近づけることができたりします。このあたり微調整をできるっていうのがね、このマスクの良さかなと思います。でね、めちゃめちゃいいなと思った機能がありまして、モデルさんね、すごくスタイルいいんですよ。例えばこれとか、ビフォーアフターね、これぐらいしか変えてないです。めちゃめちゃね、スタイルがいいんですけど、私の撮り方によって、やっぱりすごく下から撮った時とか、上から撮った時とかで、頭身のバランスって変わっちゃうじゃないですか。そういった時に、はい、このように、足をね、少し長く見せてあげるということもできます。本当にね、せっかく足が長いので、そこをやっぱり、アングルによって損なってしまうっていうのはもったいないことだと思うので、そういった時、このね、顔のマークの中の体型補正という場所を選んであげると、足の長さをね、変えることができます。こんな感じで、これが元の状態となっていまして、ぐっとね、伸ばしてあげる。これもね、違和感ない位置で止めてあげると一番いいのかなというふうに思います。こんな感じでね、ちょっと足の長さを変えられたりできるので、できる限り元の美しさっていうのを出してあげたいので、アングルが変わっても自然な長さに調節してあげるっていうことができる。この機能もね、すごくいいなと思います。これもね、全体的にちょっと白っぽくしてモデルさんが浮き立つような、レタッチ方法となってます。可愛いですね。はい。あとね、基本的なところで言うと、そうですね。もちろんトリミングとかも、可能となっています。このトリミングの中の、部分を使ってあげるっていうのもいいんですけど、私ね、このね、ちょっとわかりにくい、この色補正の中に入っている、ジオメトリというものも好きなんですよね。これね、角度補正系なんですけど、ちょっと色の中に入ってるので、ちょっと見つけにくいかもしれません。これ何かっていうと、自動でね、このように AI が補正してくれるという機能となっています。このあたりをね、ワンタッチで使ってあげるっていうのもすごく、一つポイントとしていいのかなというふうに思います。さっきの自分で手動でやるやつよりも簡単ですね。このあたり使ってあげたりとか、拡大したりもできますね。はい。で、これで行き過ぎちゃった時に、あれ、元の場所どこだっけって分かんなくなることあるじゃないですか。もちろん自分で100に戻すっていうのもできるんですけど、行き過ぎちゃった時は、この丸の部分を2回押してあげると、ワンタッチで元の位置に戻すことができます。あと、そうですね。私がよく使うのは、あんまり顔の補正ってそんなにしたくなくて、なんでかっていうと、やっぱり元のね、モデルさんの美しさっていうのを損なえたくないので、私がね、軽く入れるポイントとしては、この美顔補正の中の、そうだな、メイク。で、メイクもやりすぎたくないので、リップぐらいは入れてあげるといいのかなと思います。これ元の、ものとなっていますが、ぐっと入れてあげると、ほんのりね、色がつくかなと思います。これ一回ね、全部ゼロに戻すと、こんな感じです。でね、少し、赤みが増すと、顔にね、ぐっと視線が寄りやすくて、さらに被写体の良さっていうのが、際立つかなというふうに思います。なので、このあたりとさっきの、髪の毛のあたりを私使うようにしています。あとはそんなにね、元の良さを損なえたくないので使ってないんですけど、なんかこの、いろいろね、少し表情を変えてみたりっていうこともできるみたいです。これちょっと不自然ですけど、今ね、元のモデルさんがね、儚げな表情してるので、そこに合わせて少し選んであげるっていうのもありかなとは思います。あとね、このシーンとか、後ろの壁の光と影良くないですか？これを強調したいってなった時に、このマスクの出番ですね。の中の背景だけを選択して、さらにね、少し落としてあげる。すると影がね、すごく強調されたの分かりますか？元の良さをさらに強調する。そんなイメージです。はい。
あとね、こういったモデルさん髪描き上げてくれたりして、またね、一風変わったこう表情を引き出せたりする時ってあるじゃないですか。ただ、少しこのようにやっぱりね、髪の毛を持ち上げていただいた分、髪のボリュームって少し抑え気味になると思うんですよ。そういった時に、この、またね、顔のマークの中の髪を選択していただくと、頭頂部のボリュームっていうものをプラスすることができたりとか、あとね、左右もちょっとボリュームをアップすることができます。まあ、自然な値で、これだとちょっとやりすぎなので、少し持ってあげる。そして両脇も持ってあげる。これね、連動してるんですけど、右だけやりたい時とかあるじゃないですか。そういった時にはこの真ん中のボタンを押すと、右だけ調節ができたりします。そしてね、生え際補正、これ何かっていうと、まあこういった生え際をちょっと下げてあげると小顔に見えたりっていうところはあると思います。でも今十分ね、可愛いですね。この写真結構綺麗です。まあこの写真ね、モデルさんすごく小顔なので私は入れないんですけど。はい、あとね、もうちょっと面白い機能がありまして。まあ使い方はいろいろあると思うんですけど、このね、修復ツールの中の、さっきいらないものを消したのがこのツールになりまして、右端のコピースタンプツール、これを使ってみたいと思います。これ何かと言いますと、玉ボケを増殖できるんです。今ね、この玉ボケいっぱいありますよね。例えばですけど、まあちょっと綺麗な、このあたりかな。オプションキーを押しながら選択し、このあたりに貼り付けましょうか。はい。こんな感じでね、なんということでしょう。玉ボケを増やすことができます。まあ、戻りたいと思ったら、コマンド Z で戻してあげたりだとか、やっぱりそれも戻したい。元通りにしたいという時は、コマンド Shift Z で変えてきます。このコピーツールっていうのは、今、玉ボケの増殖に使いましたけど、本当に人それぞれ使い方次第でいろんなことができるなと思います。面白いですね。はい。あとですね、この顔のマークの下を押してあげると背景補正がありまして、まあ空の入れ替えだったりができます。まあ、このおすすめの中のね、いろんな空がありますので、まあ、ちょっと今ね、F 値頑張って絞ってはみたんですけど、空の色完璧に出たわけではないので、少しこうやって入れてあげると、まあ、白飛びから乖離しすぎず、滑らかに繋いでくれるっていう良さがあるかなと思います。ということで、今回ね、いくつかレタッチしてみたんですけど、どれもやっぱりね、基本的な考え方としては、整えるっていうところがベースなので、あまりやりすぎず、でも、しっかりと丁寧に補正してあげるっていうところが、まあ、すごくベースになっていて、それを実現してくれる機能が盛りだくさんだなと思いました。今回ね、初めて人物専門のレタッチソフトを使ってみたんですけど、これはね、ちょっとポートレートやるんだったら、まあ、あったらめちゃめちゃ便利だなってすごく思いましたね。普段のレタッチソフトでもいいんですけど、どうしてもやっぱり限界があって、肌の補正の部分だったりとか、できなくはないけど、精度が少し甘かったりとか、処理がね、難しかったりするんですけど、これは本当にワンタッチで、気軽にできるので、その部分すごくいいなというふうに思いました。今回のね、レタッチの方法だったりとか、ソフトについて聞きたい、知りたいという方はね、私、青い彗星というコミュニティもやっていますので、その中でご質問をいただくことも可能です。では、また次の動画でお会いしましょう。